みんなどうも、ずんだもんなのだ。今日はみんなにとっても面白い情報をお届けするのだ。今回ずんだもんがご紹介するのは、お隣の国、大韓民国なのだ。実はね、みんな知ってた？大韓民国っていう国名って、すごく偉大な秘密が隠されてるらしいのだ。なんと、皇帝がいた大韓帝国の大韓と、国民が主権を持つ国を意味する民国っていう正反対の言葉が合体してできてるらしいのだよ。これってロマンがあるのだ。今日はそんな大韓民国に関するニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。なんと韓国の映画業界が今とっても大変な状況らしいのだ。興行収入が歴史的な落ち込みを記録する中で、映画館が生き残りのためにどんな新しい戦略を試しているのか、そして今後の回復はどうなるのか、ずんだもんもとっても気になるのだ。この動画が面白いって思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひお願いするのだ。それでは早速、大韓民国の気になるニュース、一緒に見ていくのだ。韓国と聞いてどんなイメージを持つかな？アジア大陸の東、朝鮮半島の南側に位置する国なのだ。首都は活気あふれる巨大都市ソウルで国際的なハブになっているのだ。この国は朝鮮戦争という悲しい歴史から力強く立ち上がり、目覚ましい経済成長を遂げたのだ。人口は約5000万人で自由な民主主義国家なのだよ。主要産業はサムスンや LG といった IT 企業、現代自動車に代表される自動車産業、そして造船など、どれも世界トップレベルなのだ。そして、何といっても文化のパワーがすごいのだ。K-POP や韓国ドラマ、映画は世界中でブームを巻き起こしているし、食文化も韓流として大人気なのだ。キムチやビビンバ、焼肉はもう定番だよね。最近では、さらにそのポップカルチャーの影響力を増していて、美容やファッションも世界的なトレンドになっているのだ。常に新しいものを生み出し、世界の注目を集め続ける、そんな魅力いっぱいの国、それが韓国なのだ。一つ目のニュースなのだ。韓国に迫る全国的な2つの豪雨という記事なのだ。韓国では猛暑の後に、今週また立て続けに全国的な大雨が降る予報が出ているのだ。これは台風湖メイの影響で湿った空気が流れ込み、冷たい空気とぶつかって大気が不安定になるからなのだ。特にソウル首都圏や中期夜道、全羅道、慶尚南道の沿岸部で大雨が予想されていて、1時間で50、80ミリもの雨が降るところもあるそうなのだ。累積では最大200ミリにもなる可能性があるのだ。雨は月曜まで全国的に降り、火曜は少し止むけど、水曜の朝からまた降り始めて、木曜朝まで続く見込みなのだ。8月10日か11日にも、韓国南部から再び全国的な雨が降るかもしれないのだ。政府も緊急会議を開いて、豪雨による被害を防ぐための対策を話し合ったのだ。特に前回の豪雨で被害があった地域は重点的に見張って、危険な場所は立ち入り禁止にしたり、避難計画を準備しているのだ。だけど、残念なことに、この大雨が降っても猛暑はあまり和らがないそうなのだ。一時的に気温が下がっても、雨が上がるとすぐに暑さが戻ってきてしまうのだ。湿度も高くて、体感温度もずっと高いままで、熱帯夜も続きそうなのだ。みんなも気をつけるのだ。二つ目のニュースなのだ。韓国の高齢者自殺対策不十分。2019年以降毎日平均10人死亡という記事なのだ。韓国では高齢者の自殺がとっても深刻な問題になっているのだ。最近の報告によると、2019年から2023年の間に65歳以上の高齢者が1万8000人以上も自殺で亡くなったのだ。これは毎日平均10人近くが命を絶っている計算になるのだ。特に高齢者の自殺死亡率は若年層よりもずっと高いのだ。配偶者を亡くしたり、経済的に苦しかったり、
孤独だったり病気を抱えていたり、家族に負担をかけると感じたりすることが自殺を考えるきっかけになることが多いのだ。高齢者は自殺前に専門家の助けを求めることが少なく、より危険な方法を選ぶ傾向があるから、早期にサインを見つけることがとても重要だと専門家は言っているのだ。韓国の高齢者人口はどんどん増えているから、高齢者の心の健康を支えるための特別な対策がもっともっと必要とされているのだ。3つ目のニュースなのだ。興行収入。上半期に歴史的減少。劇場は生き残り戦略を模索。という記事なのだ。韓国の映画興行収入は今年上半期に歴史的な落ち込みを記録したのだ。前年比で売上が 33% も減り、観客も大幅に減ったのだ。大ヒットの目安である1000万人動員を達成した映画は1本も出なかったのだ。特に国内映画が大きな打撃を受けたのだ。この危機に映画館は新しい生き残り戦略を試しているのだ。メガボックスはマニア向け作品を限定上映するメガオンリーを立ち上げて、進撃の巨人が大ヒットしたのだ。ロッテシネマも短編アニメで成功したのだ。市場リーダーの CGV はプレミアム上映形式で K-POP コンサート映画を上映するなどファン層をターゲットにしているのだ。政府も映画チケットの割引クーポンを配布して業界を支援しているのだ。その効果もあってか、新作マイドーターイズエイゾンビーは公開直後から大ヒットし、良い兆候が見えているのだ。下半期にはパク・チャヌク監督の新作やアバター・ズートピアのハリウッド大作続編も公開予定なのだ。これで映画業界が回復に向かうか注目なのだ。経済や文化で世界をリードする韓国。しかし猛暑後の豪雨、高齢者の深刻な問題、映画業界の困難など様々な課題に直面しているのだ。それでもこの国は常に新しいものを生み出し、困難を乗り越えてきたのだ。これからもその力に注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。